私、Google マップとかで鉄道路線とか道路網とか見るの大好きなんですけど、それ見ててある時ふと思ったんですよ。あ、これ高速込みなら10回ぐらいの右左折で日本縦断できるなと。というわけで本当にそうなるか確かめます。ここは佐多岬、道路の通じていない南西諸島を除き、日本最南端の岬です。今から私が半日かけて選定した可能な限り右左折をしないルートをたどりながら北上し、本土最北端の宗谷岬を目指します。ただし、本州と北海道の間には道路がないので、津軽海峡のフェリーを第二青函トンネルとみなします。また、途中鹿児島から青森まで2200キロほど高速道路を使い続けるんですが、この間は一部変態ジャンクションを除き、右左折とは無縁なわけです。しかし、それではあまりに面白くないので、高速道路での右左折に相当しそうなジャンクションのランプウェイ、あれをなるべく走らないルートを選びました。とっととこの企画ものを始めてもいいんですが、せっかく京都からはるばる2日かけて来たんです。ここから800メートル歩いた先の本当の最南端まで行きましょう。これが1000キロ走ってきたドライバーに対する仕打ちかよ。季節は夏の極点、絶頂に達したセミの罵声を浴びながらも、私の心は厳冬期です。気分をごまかすため、観光案内所で到達証明書と、なんかよくわからんジュースを買いました。南国と、どこから紛れ込んだか涙の味のするジュースでした。気の済んだ私は、車に鞭を打ち、遥かなる宗谷岬まで、列島縦断3000キロの旅路にこぎ出すことにしました。この車を買って以来のロングラン。そして、今のところ、海外で車を運転する気のない私にとっては、おそらく、人生で最長距離のドライブ旅行となるでしょう。冒険の始まりです。カーナビセットするの忘れた。シートポジションも気になるな。あとチンポジ。現在の時刻は午後1時。その気になれば多分今日中に九州を脱出することぐらいわけありません。しかしまだオスモの暗所性能を確かめてないので、日没ぐらいにはホテルに向かおうと思います。だいたい6時半ぐらいかな。福岡県には入りたいです。佐多岬は本土で唯一、北緯31度の緯線が走っている場所です。熱帯には及ばずとも、道路脇に生えてる木には鶴なんかを垂らし、植物に明るくない人でも、どこか南国の気配を感じることができます。詳しい人が見れば、常緑樹が、ローとか言えるのでしょうが、私が高校の時に選択したのは、物理と科学です。10分ほど山道を走り、麓の大泊の集落まで降りてきました。ここで初の左折です。かつて、佐多岬の最寄りのバス停があった村です。岬までは徒歩90分でした。ところが最近、近くのホテルが人手不足で営業不能に陥ってしまい、その影響か、確かにあったはずのバス停が消えてしまいました。現在の最寄りのバス停はここ、佐多の町の中にある佐多停留所です。ろくに下調べもせず、封鎖された遊歩道を見て泣き崩れる間抜け面の観光客が岬の近くのバス停だと勘違いするには十分な名前です。ウッキウキでバス停に降り立ち、岬はどこだとスマホに問うと、徒歩4時間という絶望的な回答が返ってきます。車も運転できねえやつが来るなと言わんばかりの設定です。この町の本土最南端のガソリンスタンドで給油します。リッター180円、それをガブガブ飲み干していく様子が見え、早くも偉人が一人、私の財布から消えました。目を覆いたい気分です。しばし鹿児島湾東岸に敷かれた国道を走ります。画商は錦江湾、錦の川という名前からわかるように、元はといえば、鹿児島湾に注ぐ川に付けられた名前でした。それがいつしか範囲が広がり、今では、湾全体を表す語となりました。慣れない初見の道なので、むやみに飛ばさず、追いついてきた地元民には、道を開けます。たまに信じがたい勢いですっ飛んでいく弾丸軽トラがいるのですが、バスは1日1度来るこの地域での免停は死に直結してるんじゃないでしょうか。あるいはそれとも、もう停止する免許も残ってないのかもしれません。出発から1時間弱、もう2時前と良い時間になりましたので、道の駅ねじめで昼食としましょう。駅の前の海岸は錦江湾を挟み、薩摩半島南端部が霞んだ空気の中に浮かぶビュースポット。ひときわ目立つ開門岳のおかげで、10キロ20キロ離れていても、陸地の奥行きが感じられます。レストランではエビフライ定食を注文。1000円だったんで、そこまで期待してませんでしたが、実物は、野菜が山と盛られ、そこそこ大きめのエビを2尾、惜しみなく揚げていました。僕に見える開門岳とのツーショットで、映えを狙いましょう。レストランの入り口の丸型のポストは、珍しく色が黄色です。調べてみると、これは幸せの黄色いポスト。見かけると幸運が訪れるとでも言いたげです。こっちは最南端日見れなくてへこんでんだよ、ほっといてくれよ。昼食後のシエスタも済んだので出発します。食事の後は眠くなるからね。睡魔にはおとなしく従っておくのが吉です。カフェインなんかに頼っても、所詮はその場しのぎ。後でツケを払うことになるだけです。
この先すぐのねじめの町は南大隅町の中心街。途中、いかにも T 字路っぽい道が現れ、カウントプラス1か。しかし、センターラインが繋がっているので、これは直進です。進路上に現れた、ただの急カーブです。ナビは、この先の交差点を右折して、山の中を突っ切り、鹿屋の市街地を目指せと指示してきますが、これは無視します。右左折のカウントを稼いでしまいます。交差点にかかるたび、ナビは右折しろと、甚だずうずうしくも私に指図してきます。しかししばらく無視を続けると、観念して私の望むルートに再設定しました。1キロほど進むと、再び交差点が現れ、右へハンドルを切ります。これは文句なしの右折、カウントは2になりました。ちなみに、今の交差点を左折すると、対岸の薩摩半島に向かうフェリーの発着する港があります。また、3月から10月の間は、佐多岬その他南大隅の名所を巡るバスツアーも開催されていて、これが、車なしで佐多岬へ向かう、ただ一つの現実的手段になっています。路線バスすら日に6往復しかないこの地域は、道路網もあまり優れたものであるとは言えません。最寄りの高速のインターまで、まだ30キロ以上もあります。途中1回右折を挟み、道の駅を出発して約40分、やっと都市と言えそうな場所に出ます。鹿屋市、人口は10万。大隅半島最大の都市であり、日本最大の鉄道がない都市です。人口10万級の町となると、郊外のロードサイドも大層な陰森ぶりを見せます。ファストフード、大手チェーンのレストラン、家電量販店、カーディーラー、そして半島全体から集まってきたのだろう。通りを埋める車通り、地方の中規模都市は、大体どこ行ってもこんな眺めです。でもよく観察してやると、地方限定のチェーン店とかが混じっているから飽きることはありません。右に見えるのはスーパーキット、九州限定熊本資本のディスカウントストアです。ジオゲッサーでこれの看板を見かけたら、とりあえず熊本にゲスしましょう。そんな鹿屋のロードサイド商店街を抜けると、笠野原インター。ここで5回目の左折をし、高速道路網に入ります。次の右左折は青森県。青森インターまで2200キロ、22の県境を踏み越え、ひたすらに高速を走り、北を目指します。と、いかにもこの道が高速道路であるかのように語りましたが、地理院地図を見ると、実はただの地方道に過ぎないということに気づきます。正式に高速道路に入るのは、6キロ走った先の鹿屋串良ジャンクションです。ここで宮崎からやってきた東九州道に合流します。と同時にランプウェイカウントプラス1です。東九州道は名前の通り、九州の東海岸をかける高速です。東海岸は西海岸に比べて山がちで、人口もかなり乏しいので、ほぼ全線が簡易的な2車線でできています。しかし、一般的な2車線高速とは異なり、中央分離帯は頑丈なコンクリートの壁でできています。トラックやアクロバティック走行の高齢ドライバーが突っ込んできても、これなら安心です。制限速度も時速80キロ、一般的な高速と遜色ありません。しかも、ありがたいことに無料です。途中で降りて、コンビニやスーパーに寄ることも自由です。昼食で取った水分を流し、ポカリスエットを買って、準備を済ませた私は、再び高速を北進して、錦江湾の最央部、霧島市を目指します。豊かな自然に囲まれ、快晴とはいかずとも、空の遠くには薄絹のような秋の雲。私は歌でも一つ歌いたいようないい気分で走っていました。しかしそこに、サビでハモってくる不届き者が現れます。この先は、我々からあれほど絞り取った税金だけでは飽き足らず、道路料金もたかってやろうという魂胆のようです。これだけならまあ今までが優遇されすぎていたと納得できますが、許しがたいのは、分離帯が雑にラバーポールを突き立てただけの貧弱なものになること。それから速度制限が時速2キロになることです。これでは田舎の方にあるただの運行速と変わりません。金かかる上にサービスは悪化するとか、我が国の社会保障か、そう愚痴りたい気分をなだめてくれたのは、前方に現れた桜島です。少しもやがかかって、平面的なシルエットだけが錦江湾に浮かび、てっぺんから煙を吹き上げる様子は、まるで海を行く大戦艦、鹿児島の守り神かのようです。まあ実際には守るどころか、火山灰を辺り一面に撒き散らしては、洗濯物と車を灰まみれにして、文字通り煙たがられているわけですが、霧島市の梶木ジャンクション、ここで2回目のランプウェイ、これで九州の背骨、九州自動車道に乗っかります。ここから先は、青森までずっと2車線。もう追いついてくる車にも、ただ遅いことを安全運転だと思い込んでる車にも気を使う必要はありません。アクセルペダルに力を入れ、本線に合流。ボンネットのエンジンからパワーが湧き出す音が聞こえてきますが、同時に、果たしてこの30年落ちの車が3000キロの旅路を無事に終えることができるのかという不安も湧いてきます。しかしその心配は無用でしょう。なんたってこれは日本車です。お高く止まってエリートぶってる割にすぐ壊れては一丁前の修理費を要求する軟弱な欧州車どもとは違います。異音や違和感など、今まで感じたことがありません。警告灯もまた、時々点灯してはその見載をアピールしてきます。鹿児島県内の移動距離は175キロ。佐多岬出発から4時間40分で宮崎県に入ります。
カントリーサインはフェニックスの木とチンタオです。なお宮崎は県土の端の方をかすめるだけのため、わずか10キロで次の熊本県へと入ります。県境をまたぐトンネルは格闘トンネル。青森から鹿児島までを貫く本土中間高速の最後の難関となった区間です。4年にわたる時計屋の格闘の末、1993年に貫通し、95年に開業しました。長さは6255メートル。今回の企画では、3番目に長いトンネルです。2番目はもう間もなく現れます。熊本県に入ってすぐの人吉インターは要注意のインターチェンジです。人吉からお隣の八代のインターまでの距離が、インター間の距離としては、日本最長の38キロもあるからです。うっかり折り過ごしてしまうと、追加で約80キロの往復を迫られます。八代の料金所で己の布団ぶりを白状すれば、追加料金なしで人吉まで戻ってくることはできるものの、余計に燃やしたガソリンは CO2 となって、熊の森をブクブク太らせる餌になります。ただでさえ環境税とかでたかってきてるのに、これ以上自然を甘やかすと地球によくありません。38キロのインターがないことから察せるように、この区間の道路は新山幽谷に築かれています。山をうがつ大小無数のトンネルの中で最長のものは肥後トンネル。熊本のかつての名前を冠したこのトンネルの長さは6320メートルで、九州の道路トンネルとしては最長。全国でも10本の指に入るほどです。人吉インターを通過して30分弱、やっと八代インターを通過し、熊本平野へと降り立ちます。この八代一帯は、畳表の原材料のいぐさの原産地、国産いぐさの9割は、ここで生産されています。もっとも、いぐさの自給率は平成のうちに7割から2割になったので、最近の畳表は、大概中国産です。八代産のは高級品です。道路は、そんないぐさの田んぼに気を使って、山の裾に沿うように敷かれています。熊本市の熊本インターにたどり着いたのは午後7時を回った頃、夏の九州といえどどっぷり日も暮れてしまいました。今日の宿、熊本に取ればよかったかな。でも佐多岬にいた頭激甘な私は天城に宿を取ってしまいました。まだ1時間は走らないといけません。鳥栖ジャンクションで一旦本線を離れて天城のホテルへ向かいます。1日目の移動距離は358キロ。昼過ぎからのスタート、かつ最初に時間が下道だったことを思えば、まあ悪くない成績でしょう。明日も長い道のりになります。まだ夜の10時とかですけど、早めに寝ましょう。明朝はラッシュの始まる前に混雑しそうな福岡市区間を抜けておきたいのです。せっかくのお誘いですが断りましょう。ラッシュも終わった午前9時、本線に復帰し、本州を目指します。私の体力的に、日に800キロの運転が限界なので、今日は名古屋あたりまでたどり着きたいものです。福岡は、東京、大阪その他諸々に次ぐ、日本第4位の都有です。道路も3車線に分け、九州一の交通量をさばこうとしますが、ラッシュの時間帯は、やはり混雑していたようです。この時間に至ってもなお、3レーンを埋め尽くすほどの往来があります。福岡は、日本で最もユーラシア大陸に近い都市で、昔から大陸との関わり合いで栄えてきました。始まりは、日本が朝鮮半島に強い影響力を持っていた6世紀の頃、663年に白月の絵の戦いでボロ負けした時や、13世紀末の元寇の時は国防の最前線として、それ以外の時は本国である九州支配の官庁や外交の拠点として活躍していました。今ではその辺の機能はあらかた東京に持っていかれましたが、九州の拠点都市としての機能は健在です。外国人の多さもまた当時と変わらないと思われ、博多の街を歩いていると、四方八方から韓国語が聞こえてきます。最近になって関わるようになった英語圏の人たちからは、名前の響きが大変上品であると人気だそうです。彼らは他にも、福山とか福島もいい地名と挙げていますし、福井空港はイギリスのメディアでランキング1位の栄光を手にしています。九州で最後から2番目のパーキングエリア、岸で高温になったカメラを交換します。この先の本州に入るシーンは絶対に抑えておきたいのです。九州最後の町、門司の裏手にそびえる山を抜けると、前方に関門大橋の死闘が両腕を広げて歓迎する眺めが現れます。私は根刈パーキングエリアへの分岐に目もくれず、彼女の胸の中へと飛び込んでいきました。時刻は10時40分、関門海峡を越え、世界第7位の島、本州へと入りました。面積は23万平方キロ。ただし、日本が細長いというイメージを作り上げている張本民のため、島内での移動距離は1800キロに上ります。今にして思えば、さっきのパーキングエリアによれば、これから本州に入るぞって映像が撮れたんでしょうけど、この時の私は進み続けることしか頭にありませんでした。代わりに昔、下関に行った時に撮った写真を載せときます。フグ美味しかったな。山口県の産業は瀬戸内海沿岸に集中しています。しかし、そちらの基幹交通としての役目は、下関ジャンクションから分岐する支線の方に丸投げし、本線の中国道はカルストしかない山奥へと引っ込んでいってしまいます。峰の峰々を越えると、日本一しょぼい県庁所在地の直井のままにする山口市に入ります。政治の中心地が経済の中心になりがちな日本の県都の中では数少ない、純粋に政治都市をやっている街です。この辺りはアメリカに近い印象を受けます。
そんな山口市の外れにある山口ジャンクションで、中国地方を支える2つの背骨、中国道と山陽道が分岐します。ここは直進して中国道を選択、山陽道を選ぶと、ここと神戸で余計にランプウェイを走らなきゃいけません。元は中国地方の基幹高速道路は、この中国道1本に背負わせるつもりで、あとは山陰と山陽の各都市に視線を伸ばすという手はずでしたが、結局10年遅れで神戸と山口から分岐する形で、高規格で大都市を通る山陽道が開通。山陰の中都市と山間の小村落へのアクセス需要以外を失った中国道は、一瞬で幹線から引きずり下ろされ、現在は偉大なるローカル高速と化しています。特にこの山口インターから広島道の分岐する北広島ジャンクションまでの100キロの換算ぶりは凄まじく、日の交通量が3000台程度しかありません。平均して上下合わせて30秒に1回ぐらいしか車が通らんということです。現にさっきからカメラにもバックミラーにも他の車が映っていません。トラックを追い抜くのも10分に1回とかそれぐらいの頻度です。トイレのためたまたま立ち寄ったパーキングエリアもこのありさま。トラックが3台、乗用車が3台。中国道はただひたすらに中国山地の山の中を走り続ける道路です。走れと山、視野を絞ってもなんかよくわからん木、稀にトンネル、そしてカントリーサイン。ここは島根県、ミスター2の亜種みたいなこの図柄は津和野の神社のサニダンスです。天気はあまりに普通で、運転に緊張感をもたらしてくれる他社も自転車も逆走 G もいません。こんな風景30分も運転してたらうんざりしてきます。しかしそんなことぐらい、当時の道路公団はお見通しでした。奴らはドライブをより刺激的なものにするため、道路規格を落とし、急コーナー急勾配をふんだんに盛り込みやがりました。おかげで制限速度は540キロにもなる前線のほぼ全てで時速80キロに抑えられています。空いている割にはあまり進みません。島根も宮崎同様、端っこを一瞬かすめるだけ、また山口県に戻った後、長いトンネルを抜け、広島県廿日市市に入ります。こんな山がちな手時からは想像もつかんでしょうが、実は厳島のある市です。おっと、これは70年ぶりの大改修中の貴重な大鳥居の姿を最後に一目見ようと言った時のものです。こっちの方が動画にはふさわしいですね。予定ではこのまま大阪吹田までずっと中国道を走り続けることになっているんですが、広島北ジャンクションでちょっとした予想外にぶつかることになりました。本線を走っているはずなのに、いつの間にかランプウェイを走っています。後で地図を見てみると、どうやらこのジャンクションは広島の交通量に配慮してか、大阪側の中国道が広島道に直結していて、山口側の中国道は支線のような存在の扱いを受けているようです。私は立ち寄ったパーキングエリアで慌ててこれから通るランプの数を数えてみました。幸いにしてこの先、あんな惨めで情けない哀れみの涙を誘うような扱いを受けている道路は青森県境付近の東北道以外ないようです。山陽道の方が実はランプを通らなくて済むとか、そんなオチもありません。止まったついでに昼食も済ませましょう。立ち寄ったパーキングエリアの名前は七塚原。だいたいこの辺りから100円稼ぐのに25000円の投資が必要な日本最悪の赤字路線、芸備線と並走を始めます。かつては息遣い荒く無数の記者が行き交った芸備線を虫の息にしたのは間違いなくこの中国道ですが、その中国道も今となっては芸備線と閑古鳥鳴き声で傘マウントを繰り広げるステージまで落ちました。不採算の地方鉄道路線には地方都市に景気のいい話がないように、今後のあり方についての話し合いといった暗い話題ばかりがつきまといます。しかしその点芸備線は違います。芸備線は日本最悪の汚名を逆手に取り、全国の社会不適合の人間嫌もといローカル線マニアたちに訴えかけたのです。結果2016年に底をついた利用者数は急増、2022年には2倍になりました。2倍の日に20人になりました。相変わらず日本一の換算路線を続けています。次の桜すら危うい路線です。ぜひこの冬は芸備線経由の切符を買って乗ってください。そうすれば少しは延命できるかもしれないから。そうこうしているうちに岡山県に入りました。道路は岡山県北の山の中を横切るように走ります。広島と並ぶ中国地方の中心都市である岡山に通じる岡山道が合流してくるあたりから中国道は次第に幹線高速としての面目を取り戻していきます。交通量は日に1万2000台、東京近傍の高速道路が10万台程度ということを考えれば悪くない数字になってきました。現にほら、とっても賑やかでしょ。さっきの七塚原から2時間走ったので30分休憩に入ります。ここは兵庫の揖保川パーキングエリア、もう関西に入りました。日も傾いてきたので本日分の宿も取りました。今日のお宿はレストインだが、世にも珍しいパーキングエリア内のホテルです。残念ながら名古屋までは無理でしたが、約70キロ手前なので旧退店としましょう。おかしいな、昨晩の予定では名古屋は無理でも岐阜ぐらいなら余裕だったはずなんだけど、どこで予定が狂ったんだろう。大阪もあと80キロ程度のところまで近づき、インターチェンジ、ジャンクションを通過するたびに車が増えていきます。周囲には様々な個性の車たちが抜きつ抜かれつやっている眺めが見えるようになりました。久しく都会に帰ってきた感じがします。
3時間ほど前までの世界を丸ごと買い上げたかのような気分はもはや味わえませんが、これはこれで心細くなくていいというものです。渋滞さえ起きないのなら、神戸が近づいてきたあたりで ETC が不穏なことを語りかけてきました。この先の中国道で事故が起きたと、情報が錯綜しているのか、いつもなら渋滞を抜けるのにかかる時間を喋ってくれるのに、今日は渋滞がどこから発生してどれくらいの長さなのかしか言ってくれません。なぜ全て教えてくれないんだとぼやきながら、私は情報収集のため、万一に備えて用を足すため、赤松のパーキングエリアに寄ることにしました。恐ろしいことです。掲示板によると、渋滞を抜け、吹田ジャンクションに出るまで180分かかるみたいです。普段なら30分かからない道にですよ。宿も予約しましたし、明日以降の予定もあります。やむを得ず私は、中国道を完走し、ランプウェイを最小回数に抑えるルートを諦め、迂回路の新名神高速で高槻に向かうことにしました。新名神は完成して5年、中国道の渋滞緩和に大いに役立ったという話ですが、今日ほどそのありがたみをかみしめた日はありません。新名神は、中国道より約50年未来の道です。同じ高速道路という分類でも、2つの間には美しく整備された幹線道路と未改修の田舎の村道ほどの格差があります。こちらの制限時速は100キロ、これでも世界的にはかなり遅い部類ですが、しかしこれはスピードの経済性に理解のない当局のお堅い連中がなかなか腰を上げないからで、将来的には時速120キロまで引き上げることが想定されています。まあ、この2車線の道で120キロに引き上げてもらったところで、時速78キロのトラックを79キロのトラックが追い抜いていく光景は引き続き見られることになるでしょうから、あまり意味はないのかもしれません。私は体力温存のため、適当なトラックの後ろをついていくことにしました。18時35分、大阪府北東の高槻ジャンクションにより名神高速に復帰。ここまでのランプウェイは、鹿児島での2回、広島北、神戸、そして高槻の5回。しかし、本来の予定では、神戸と高槻はスルーで、吹田の1回で済むはずでした。ので、ここは予定通り吹田を通ったものとして、4回ランプウェイを通ったということにしといてください。前方に、高度成長期の日本を支えた相棒、新幹線が通過していくのが見えました。今年はやつの還暦です。人ならあと5年で定年退職といったところなんで、もうそろそろ新幹線に代わる新しいシステムが欲しい頃ですが、あれいつ完成するんですかね。そんな新幹線の高架橋をくぐると、京都に入ります。地名の意味は都、つまり首都です。現在は、首都分散の目的で一部機能。具体的には、文化庁以外の省庁、国会と最高裁判所、それから皇居は、東に作った新と東京に移動しています。大体渋滞しているような気がする京都東インターは難なく通過。大阪山を越え、滋賀県に入ったあたりで給油塔が点灯したので、この先の草津パーキングエリアで補給しましょう。ところが、この都内側の草津パーキングエリアは、2つのエリアに分かれていたらしく、スタンドは奥の方にありました。そうとは知らず、1つ目のエリアだけ見てスタンドがないのを確認して、給油所があるよという道路情報板のアイコンが誤りだったかという信じがたい思い込みをし、勢いよく第2エリアを通り過ぎてしまいました。非常にシビアなことになりました。給油塔点灯からガス欠までの走行距離は、おおむね50キロ程度だとされています。ランプの点灯に気づいた京都府境から、次のスタンドのあるパーキングエリアまでの距離は約70キロ。普通なら、自分の不手際を丸ごと全部、あんな構造にしやがった公団の責任者にすりつけ、デザインもろくにできないヘルジャパン、欧米では、と、暴言を吐きながら料金所を通過するところです。しかしこの車は、日本が金満国家だった平成初頭に製造されたものです。昨今のガソリンをいかにケチケチ使うかしか考えてない貧乏臭いハイブリッドカーどもとは違い、10年に一度ぐらいしか使用機会がないだろう装備がふんだんに盛り込まれています。その一つが、残り燃料を1リットル単位で見ることができるシステムです。よっぽどスタンドを見逃さない限り、まず世話になることのないシステムに、私は今日、初めて頼ることになりました。というかこんなんあったんだ。燃料系曰く、残り燃料は8リットル。高速なら100キロは走れますね。念のため、エアコンのコンプレッサのスイッチを落とし、可能な限り低速運転を心がけ、無事に本日の宿泊地、だがパーキングエリアへとたどり着きました。燃料系は残り4リットル。このシステムがなきゃ絶対狙えない残量です。翌朝8時半、PA 内のホテルに泊まったわけですから、当然車は PA 内に置きっぱなしです。こういったドライブインに一晩中ずっと車を放置するなんて、普通は非常識な行動なもんで、誰からも頼まれてない取締り活動で一人勝手に気持ちよくなってる G メンにいたずらされてないか、少々不安になりましたが、幸い何事もありませんでした。給油を完了し、東京を目指します。アクセルを踏み込み、加速車線を飛び出すと、残念ながら工事中で一車線に規制されてました。給油の間、私は戦々恐々としていました。ほとんどすってんてんになったタンクを満タンにするのです。身の丈に合わない車に乗ってる処刑なら、こんな時、どんな気分がするのか理解できるはずです。
クレカの利用明細を見て食欲が失せ、朝食をパン一つで済ませた主人などどこ吹く風で、リッター210円もする廃屋を飲み干していく車を、私は恨めしく見ていました。ノズルのバネが弾ける音が聞こえ、さあ審判の時間50リットルしか給油してませんでした。この車のタンク、70リットルはあるはずなんだけどな。つまりこの車は20リットル分も余裕を持って、私にガソリンがないって騒いでたということになります。20リットルもあれば、200キロは余裕で走れます。この燃料系を設計したのは間違いなく女です。都会に出て行った息子を必要以上に案じる母の気持ちをうっかりセンサーの設計に乗せてしまったんでしょう。20分ほど走り、岐阜県へと入ります。ここからは名古屋の勢力圏。いつもなら景気づけに弾丸と追いかけっこする名古屋の車が現れるのに今日は来ませんね。ああそうか、そういえば今月は取締強化月間でした。普段の名古屋エリアは19世紀レベルの民度に合わせて速度表記も19世紀の単位であるマイルだということになっているのですが、この時期は名古屋の啓蒙期間でしたので本土と同じキロメートル表記に戻されていたのです。だからみんなおとなしいんだ。京都でまたいで行った新幹線が再び頭上を通過すると間もなく愛知県に入ります。名神と新幹線はおおむね並行して走るのでたびたび立体交差を繰り返します。しかしいつもなら交差してっきりそのままそっけなく分かれてしまうところ、この区間では珍しく長い間並走します。この先渡る木曽川橋梁を1箇所にまとめることで工事と河川管理を簡単にしたかったからです。新幹線が開業したばかりの1965年、このストレートでポルシェが新幹線を抜いたという逸話があります。1964年に登場したポルシェ911のカタログ上の最高速度は時速210キロ。そして同じく1964年完成の新幹線の営業最高速度も時速210キロ。車 VS 新幹線、完成したばかりの夢の高速移動手段同士の世紀の一大決戦で、当時の人口意識なら911の売り文句にも使えたんでしょうが、デモドライバーが本社から大目玉を食らってしまい、結局この話が表に上がってきたのは事件から7年が経ってからのことでした。あくまでも噂話で真偽のほどは不明ですが、ルボランの2009年5月号にこれに関する話が載ってるみたいです。ただそれを確かめるためだけにわざわざ青果町の国会図書館に向かう気力はありません。名古屋中心街の高速道路は全て名古屋都市高速に丸投げし、列島中間線は郊外を巡っていきます。ここは小牧ジャンクション。道路の愛称はここで名神から東名へと切り替わります。東京まではあと340キロのようです。しかし2つの道路は事実上一体化して運用されているので、ナンバリングは両方ともいい位置でキロポストも一体化しています。東名神は本町の産業の大体全部を背負うメガロポリス、東海道の基幹高速です。沿線の市町村にはそうそうたる大企業や名はなくとも特急の技術を持った中小の工場が並びます。まず豊田市、言うまでもなくトヨタの総本山です。元は衣という養蚕業で細々食べていた町が、今やそのあまりの頑丈さに、世界中の市民、VIP、法人、果ては困った人たちにまで愛されてしまう大メーカーの企業城下町となりました。カブールがタリバンの手に落ちた日、輪になって喜ぶ構成員の真ん中にランクルがあった光景を見た時は、頭を抱えたことだろうと思います。県境を越え、静岡県に入ります。最初の町は浜松市。ここからは鈴木とヤマハの町です。あと本田宗一郎が初めてバイクを作った町でもあります。4大国産バイクメーカーのうち3つの聖地となっているこの都市は、人呼んで二輪のエルサレム、川崎に乗ってる変態以外は一度は訪れておくべき場所です。バイクに興味がないなら浜名湖のうなぎです。ほどほどに走りましたので、浜名湖パーキングエリアでうなぎでも食べましょう。しかしよく考えてみれば、まだ11時前です。昼食には早すぎますし、食欲もそんなにないことに気づきました。機嫌を損ねた私は、腹いせに浜松に30年落ちの排ガスをぶっかけながら、東へ進み続けることにしました。浜松の平野を通り過ぎて、牧之原台地の茶畑へ。年を通じて温暖な静岡県は、茶葉の名産地として有名で、日本の茶畑のおよそ4割を抱えています。2位の鹿児島には、倍近い差をつけています。しかし静岡は、容量がとても悪かったようで、2019年あたりから、50年間首位をキープし続けた茶の生産額を、後進の鹿児島に追い抜かれてしまうという屈辱を味わっています。理由は様々ありますが、一番は地形です。鹿児島の茶畑は全体的に平坦で、機械力の投入が容易でしたが、山がちな地形に畑を作った静岡は、そう簡単に効率化が図れなかったのです。日本の農業が外国に押されがちな理由がよく現れています。そんな話をしているうちに、いつの間にか大井川を越えました。江戸時代には、江戸の防衛戦にするためだとかで、架橋が禁じられ、川越人足が旅客を肩車して渡っていたものです。近代に入って職を失った彼らは、さっきの牧之原台地へ向かい、
茶畑を開墾しました。これが牧之原の茶の草早期です。県都の静岡市を抜け、去った峠を越えると、富士の裾野へと入ります。富士山、あれは山梨県の山です。静岡からは見えんよ。御殿場ジャンクションでは、滋賀からずっと分かれて走ってきた新東名と合流。道路は2車線から3車線となって、車をさばこうとしますが、交通量は3倍になるので、全く足りません。車で溢れ返ります。静岡県を抜ける少し手前の足柄パーキングエリアに立ち寄り、ここで昼食とします。この辺りの名物といえば、コシヒカリぐらいしかないや足柄を出ると3分ほどで神奈川県境へとたどり着きます。これまでのカントリーサインと比べるとえらく地味で見落としてしまいそうです。と同時に関東圏へと入りました。今思ったのですが、日本の二大都市圏の名前が関東と近畿ってなかなか土地狂ってますね。これは変態国家と呼ばれても弁明できません。関東圏は日本の人口の3分の1がひしめいている巨大都市です。なんなら世界最大の都市です。車も相応に増えてきて、ハンドルを握る手にも緊張が走ります。こんな気分のいい日に事故なんて起こしたくありません。神奈川県内ともなってくるとなおさらです。犯罪率が低いからです。切通しで相模原台地を横切り、東京の金玉袋、横浜市へと入ります。ここで少しのトイレ休憩、そしてこの先走る東首都高の予習をします。姫路や出雲の天才チンパンジーどもが闊歩し、車間は平均車2台分の阪神高速と違い、首都高にはきっと、都の人間としての立ち振る舞いを叩き込まれた紳士淑女しかいないと信じています。しかしそれでも車の量が暴力的です。何より初見なので、マッピングが全くできていません。どのタイミングでランプウェイに移ればいいか。そのためにどの辺りでどっちに車線変更すべきかを脳みそに叩き込むことで、運転中の迷いを減らし、事故の確率を減らすことにしたのです。かくして私は、源泉としてそびえる白色の東京料金所のゲートをくぐりました。天城インターからの料金は16,110円。昨晩は0時から4時まで高速内にいましたから、当然深夜割引が適用されます。通常なら23,440円かかるところでした。新幹線で東京から天城に行くよりも高いです。いかにも東名高速の起点と言わんばかりに立っていた東京料金所でしたが、本当の起点はもっと奥、料金所から7キロほど進んだ首都高料金所の手前です。この0キロポスト通過をもって、鹿児島の梶木ジャンクションから1381キロ走ってきた列島中間線を一度離脱します。さて、初めて突っ込んだ首都高ですが、渋滞しておりましたんで、そんなに気張る必要はありませんでした。少しの間、首都高3号線を走り、渋谷の少し手前のジャンクションで地下に埋められた中央環状線へ下ります。京都譲りの東京の民度はとても優れています。道路には車が溢れていたのに難なく合流できました。覇気を使えないとまともに合流させてもらえない阪神高速とは違います。このトンネルは山手トンネル、全長は18,000メートル、日本最長の道路トンネルであり、世界でもノルウェーのダルダールトンネルに次ぐ第2位の長さです。ただ、一般的なトンネルとは異なり、途中にジャンクションやらが無数あるので、私のように18キロ全部走らず、途中から入って途中から出ていくという使い方が多いようです。こっちの道路も渋滞していたので、20キロ走るのに30分近くかかりました。港北ジャンクションで S1 号線に乗り移って舵を北に取り、とっとと東京とはおさらばします。またしても東京を通過点にしてしまいました。いい加減東京も見て回るべきとは思ってはいるのですが、一人で回って楽しいところが、上野の博物館群と水路巡り、明治神宮や浅草寺といった寺社巡り、あとレインボーブリッジ、東大マーチ BF 大と回っていく学歴ツアー、日本一高い展望台に行って、バカの品評会、車は買えても品性は買えなかった、不必要にアクセルを踏み込む金持ち見物 in 大黒 PA、銀座豊洲で家賃足の寿司を食べたり、タイミングが合えば、大宮駅や国会議事堂前の馬政大会を見に行くのもいいですね。なんだ、結構見て回るものあるじゃん。北進を続け、川口ジャンクションで首都高から東北道に乗り入れます。日本最長の高速道路の0キロポスト。普通の神経をした人が日本を縦断するとなると、海老名ジャンクションから圏央道に移って、東京を回避しながら東北道を目指しますが、それだと完走が叶わないので、わざわざ東京都心まで入り込んだのです。どっちを使っても、ランプウェイの数は変わりません。浦和料金所で、東北道進入の許可を取り、一路青森を目指します。全長は680キロ。こんな長い高速道路を、時速100キロなんてあくびの出る速度で走ってたら、走り終える頃には時代が変わってしまいます。さすがにこの深刻な問題には、霞が関も腰を上げざるを得なかったようで、2020年にようやっと、一部区間で制限速度を時速120キロまで緩和しました。1963年の名神開業から60年続いてきた時速100キロ規制が破られ、後発途上国水準だった日本の道路事情が、やっと世界に追いついた瞬間です。その120キロ区間が始まるや否や、私はアクセルを踏みしめ、初めて見る世界に飛び込みました。最初は少し抵抗があります。そして恐怖感も。しかし、人間の最大の武器は適応能力です。
一瞬にして私の視覚処理は時速120キロに適応し、難なく走れるようになりました。辺りを見回してみると、意外にも120キロで走ろうという車は稀なようで、次々車を追い抜いていってしまいます。私を追い抜いてったのは数台程度しかいませんでした。この車は時速100キロだと思ってたら100マイル出てたという伝説のある車の亜種です。そのくせフルコンは時速100キロまでなので、うっかり制限以上を出さないようにメーターに気をつけます。制限間隔間はせいぜい50キロ程度、30分もかからないうちに終わってしまいます。動画だとほとんど差がわかりませんが、制限目いっぱいで走っても、後ろの車に迷惑かけてるんじゃないかと思うぐらい遅く感じます。東京から約100キロ、北関東最大の町である宇都宮を通り過ぎます。タチニスタンとか何かにつけバカにされがちですが、実は都市圏で考えるなら、10本の指に入る大型都市だったりします。一方でこの先の東北道には、そういった大都市に準じる規模の町は、たった一つしかありません。あとは中小都市がまばらに数個転がっているだけ、需要は急激に細り、道路も見慣れた2車線に絞られます。そして私の前にも、文字通りの暗雲が立ち込めることになります。明るさと思い出補正で、画面は輝いて見えますが、実際にはもっと、週末のラッパでも鳴らされたかと思うほど暗かったはずです。案の定予感は的中してしまい、ほどなくして私は、今まで経験したこともない、天津国で堤防でも切れたかというようなゲリラ豪雨に突っ込むことになりました。前を見れば、フロントガラスが必死にワイパーを振り回して、乱暴な雨粒たちを振り払うのが見え、ハンドルからは幾度となく、この旅行に向けて下ろした処女タイヤが、初めて経験するハイドロプレーンにのたうつ感覚が伝わってきます。サイドミラーを一別すると、リアタイヤが激しくスプラッシュするのが見えました。カメラのマイクは気づいていませんが、頭上からは、おびただしい数の水滴がはじる音が響いてきて、恐怖を煽ります。スリップして予期せぬ U ターンで崖へ突っ込むなんて経験は、もう二度とごめんです。私はギアを落とし、速度も気持ち控えめにする決断をしました。後続には追い越しの手間をかけさせて申し訳ないですけど、明らかに悲劇が起きただろう反対車線みたいなことになるよりはいいでしょう。後でツイッターを覗くと、車が木っ端みじんになるような事故ではなかったようです。雨を抜け、今日の宿のある福島県矢吹町にたどり着く頃には、私は息も絶え絶えになっていました。今日の移動距離は670キロ。ですが疲労の半分は、栃木県北部の大雨によるものです。後でウェザーニュース見たら、1時間雨量40ミリとかいう見たことない数字を指していました。疲労した分だけ深く眠れるというもの。昨晩は10時前ぐらいに眠りに落ち、今日は7時半の出発です。ちょうどラッシュの時間帯ですが、東北に渋滞を起こせるほど車はいないでしょう。今日で東北道を完走し、青森へ、その先は連絡船で北海道に渡ることになりますが、むやみに先を急ぐ必要はありません。路線は明日に回して、少し青森を観光しましょう。昨晩の天気の荒れっぷりはどこへやら、昨日のことは水に流してくれと言わんばかりに、空は穏やかな雲を叩いています。アスファルトはすっかり乾ききり、タイヤが地面をつかむ感覚がわかります。遠方を睨みつけると、これが朝もやということでいいのか、少し視界がぼやけて見えます。本州の北端部を占める東北地方の面積は6万7000平方キロ。本州の3割に相当する広大な地域です。一方で人口はわずかに830万に過ぎず、面積なら東北の 1% すらない東京都区部の人口をはるかに下回ります。また、人口減少の著しい地域でもあります。コロナ直前、東北地方をドライブする動画を上げていたのですが、その中で確か、東北の人口は東京よりちょっと少ないとか喋った記憶があります。気になって、当時の人口を調べたところ、東北の人口は870万だったみたいです。つまりこの4年の間に、実に 4% もの人口が消えたということになります。昭和の頃から産業の発達が遅れた東北は、東京に労働力を供給する地域でした。昔は、地方ほど出生率が高い傾向にあり、そのおかげで人口が増えていたのですが、現在は南に行くほど出生率が高く、北へ向かうと低くなる傾向にあります。というわけで今の東北は、東京への人口流出に加えて、新生児も少ないというありさまのため、ほんの数年目を離した隙に、途方もなく人口が減ってしまうのです。ホテルを出発して1時間ほどで、車は県境を越えて宮城県に入ります。大体北緯38度です。最初の町は白石市、オカマで有名な蔵王山の観光拠点となる町です。この時期だったら樹氷の方が見頃です。運よく立体交差のタイミングで、エメラルドゴキブリバチ色の新幹線が現れてくれました。あの色の新幹線を見ると、北まで来たという気分になれます。速度がかなり落ちていたのを見るに、どうやらこの先の白石蔵王駅に止まるようです。ところで、肝心の蔵王山はどこだって話ですが、多分左に見えてるあの雲の中です。東北道は、日本の赤稜、奥羽山脈の足元に敷かれているため、西側を見ていると、安達太良山や蔵王、岩手山といったメーカーが次々現れるのですが、今回はことごとくダメでした。道中のパーキングエリアで山でも見ようかという気分にもならず、そのまま仙台市へ入ります。仙台は、北から南まで人口30万ぐらいの都市がまんべんなく散らばる東北の中で唯一、100万以上の人口を抱える東北のプライメートシティ。
戦国時代、万木商朝の原野を関ヶの武将、伊達政宗が切り開き、北日本最大の城下町まで育て上げました。侍の時代が終わってからも、政府の手先機関や大学が置かれて、東北近代化の柱になり、現在に至るまで東北の拠点都市であり続けています。戦国時代、原野、首位都市、政府、この辺りの要点をつまみ上げると、似たような時代に同じ武将である徳川家康によって出現に開かれた江戸に似ているような気がします。仙台と東京は双子の姉妹でした。そんな小京都を通り過ぎ、ホテルから2時間走ったので、長者原パーキングエリアで一旦休憩します。このパーキングエリアにもホテルがあり、昨日の昼あたりまではここまで行けるかなとは考えていましたが、豪雨のことも考えると欲張らなくて正解でした。あの体力でもう2時間運転は絶対どこかでクラッシュします。宮城県北部の栗尾名高原の山麓を駆け抜けて岩手県へ。カントリーサインは県の鳥の記事、桃太郎パーティーの戦力外です。犬と猿は鬼相手でもそこそこ戦えそうですが、鳥のくせにまともに飛べず、くちばしで地面をいじってるやつにできることといえば、せいぜい情けない声で騒ぎまくって鬼の鉄砲隊の的になることぐらいでしょう。岩手県は山がちな地域で、県土の4分の3は森林で占められています。しかし一方で平地は、県内陸部に南北に伸びる北上盆地に集中していて、道路はその盆地を貫くため、県内では終始緩やかなカーブが続きます。交通量の少なさも鑑みてか、ここにも時速120キロの制限緩和区間が用意されています。というよりも、ここが日本初の緩和区間です。2車線ではありますが、代わりに気を使う車は少なく、むしろ埼玉での120キロ区間よりも走りやすく感じます。時々工事が入って、速度を落とすことを余儀なくされるも、15分と少しで約30キロの高速区間を走り抜けます。わずかな距離ゆえ、残念ながら速度アップによる効果は、ほんの数分ほどしかありません。しかしもしこれが、東北道680キロのうち、600キロほどに適用されたならば、全線走破にかかる時間は、現在の7時間から6時間ほどにまで圧縮されます。1時間も時間が余分にできたならば何ができるか、私なら例えば Twitter とか YouTube とか、アマプラでグランドツアーを1本見たりし、真面目な話、現在の制限を決めた60年前と比べて、車の性能や安全性は格段に上がっているのだから、もっと制限緩和を進めてもいいのではないかと思います。我が国の国土は細長くて移動距離が長くなるんだからなおさらです。また2時間走りました。今度は岩手山パーキングエリアで休憩します。名前の通り、岩手山山麓に位置していて、地図を見る限り、広々と十二一重の裾を広げる山体が見えるのですが、列島中間線沿いの名山はことごとく全滅です。桜島以降、何一つ山を見れていません。もう残りは青森の岩木山だけです。岩手山を過ぎると北上盆地も終わり、周囲は山がちな景色に変わります。線形も悪化し、制限も時速80になります。PA を出発して10分ほどで、北緯40度モニュメントを通過。同緯度の有名な都市には、北京やニューヨーク、マドリードがあります。同じ緯度なのに北京とマドリードでは随分気候が違う印象があります。やはり大陸高気圧と暖流は偉大です。そこからもう数分進むと芦路ジャンクション、中国道の北広島ジャンクション同様、本線がランプウェイにあります。東京の港北ジャンクション以来600キロぶりのランプです。ちなみに直進すると八戸です。鉄道は太平洋側の青森第2の都市、八戸市を経由しますが、道路の方は東京青森を最短で結ぶため、奥羽山脈を越えて日本海側の弘前を経由します。山の天気は女の心、さっきまで青空が広がっていたのに、やにわに雨が降り出します。昨日のゲリラ雨を思い出し、ガスペダルを踏む足が思わずすくみます。秋田県の北東の果て、小坂ジャンクションで、秋田市からの道路と合流。ここから先は、東北ドライブシリーズのスタート地点、本州北端の大間崎へ向かう時に使った道路です。同チャンネルの前日譚のような道です。県境の長いトンネルを抜けると、ついに青森県に入ります。佐多岬を出発して丸3日、感慨深くカントリーサインを見てみると、何のひねりもない無機な文字が並んでるだけでした。峠を下り、津軽平野へ出ます。休憩のため、ここでパーキングエリアに立ち寄ります。津軽サービスエリア。サービスエリアというのは、パーキングエリアの豪華版みたいなものですが、ここは、日本一しょぼい SA と称するに恥じないほど、スカンピンとして何もない SA です。5年前と変わらずしけた SA で用を足し、岩木山はどうであるかと眺めると、頭隠して裾隠さずでした。近くには津軽の一節が掲示されていました。晴れる日がなく雪に閉ざされ始終無彩色の陰鬱な津軽の冬が生んだ、ネクラを超えた何か、太宰治の代表作です。SNS 上ではしばしば、彼をクスだの人格を犠牲に文才を得ただの誹謗する意見が見られますが、あれらは人捨てに話が伝わる旅おひれがついた結果生じた誇張でしょう。彼の名誉のために、ちゃんとした新聞記事やサイトなんかを見ますとせいぜい、省の選考委員に半ば脅迫めいた文句を垂れたり、長さ4メートルの書簡を書いたり、宿代の代わりに人質として差し出した友人を放置したりするなどのエピソードしか見当たりませんし、心中だって、うっかり女だけを行かせてしまったのは1回だけです。青森を囲む山を越え、ついにこの時が来ます。
東北自動車道、出口、ハンドルを切って、ランプウェイを走り、青森の料金所をくぐって、1万円オーバーの通行料を投げつけ、東北道680キロを完走します。終点には、名物となっている、お疲れ様でしたの看板が立てられています。この看板を見るのは、4年ぶり2回目ですが、東北道をきちんと0キロポストから完走してから見ると、ねぎらいの言葉の重みも違って感じられます。この先は、2200キロぶりの下道を通って、フェリーターミナルへ向かいますが、ここでトラップが用意されています。案内板は、不当は左だと言っていますが、そっちに行くと、1回分、余計に右左折をしなければいけません。ナビはゆぬなっちゃガサガサと囁きますが、人の忠告を無視した先にこそ、勝利があるのです。青森インターを抜け、3日ぶりの左折。そしてこれが、本州での最初で最後の右左折です。実は、三内丸山遺跡前のこの道は、そのまま、まっすぐ港まで通じているのです。何時間も高速を運転していたので、目もすっかりそちらに慣れてしまい、時速40キロが、意外と歩けば出せる速度に感じられます。午後2時、佐多岬から2257キロ、ついに青森港フェリーターミナルにたどり着きます。と、まるでゴールしたかのように気の抜けた語りをしてみますが、海上区間含めて、まだ1000キロ近く残されています。京都から鹿児島に匹敵するほどの距離です。兜を締め直すため、乗船の予約をします。一段落ついた私は、元来た道を引き返し、さっきの三内丸山遺跡まで戻ってきました。今や日本人で知らぬ者はいないと言っていいほど有名になったこの遺跡。実は発見されたのはつい30年ほど前で、野球場を作ろうと地面をほじくり返したら、誇張抜きで幾千万の遺物が出てきて、どうやら時の学説を否定するに足り得る遺跡らしいことが判明し、保存が決定されました。出土する遺物から、この集落が栄えたのは縄文時代の中頃、5900年前からの1700年間ほどだとされています。その後、集落の人間や技術はどこに行ってしまったのか。縄文時代末期、今から2500年前ぐらいに、日本は人口大減少期を迎え、加えて9世紀には、朝廷の蝦夷平定があったので、当時の住人の血統や文化は一度リセットされてしまったのかもしれません。しかし栄える青森の街並みを眺めていると、5000年かけて、あの掘ったて柱はここまで進歩したんだという、誇らしい気分になります。一方でこちらは5000年間何の進歩もなかった生き物になります。人間の生活様式の変化に合わせて、連中も多少知恵をつけたようですが、人の集めたものを食い散らかしては洗車したての車に糞を引っ掛けるという基本的な生態は何も変わっていません。5日目、朝7時半、手続きを済ませて、青函フェリーの乗船ヤードに到着。遠くを見ると、ちょうど先発の津軽海峡フェリーが出ていくところでした。あちらの船は8800トン。一方で、私がこれから乗る青函フェリーは2000トン。大きいので3000トンです。随分こじんまりしています。船内で迷子になることはないと断言できます。午前8時10分、帝国通り船は出港。船底から重油の炸裂する、腹に響く鈍い音が聞こえてきます。船旅といえばこの音。未知なる土地への好奇心ごと体を震わすこの音なくして、航海が始まったとは言えません。特に今回は、初の車での北海道上陸、期待もひとしおです。港の中で、船首を函館へと向け、調整が済んだらフィンを回し、ゆっくりと加速していきます。船体が小さい分、津軽海峡フェリーよりもあっさりした別れです。これより向かう函館の港は113キロの彼方。仮に本当に第二青函トンネルがあったとしても、2時間近くかかるだろう距離です。船はこの旅路を、ゆっくり時速30キロ程度で流し、函館到着は4時間後の午後0時10分です。フェリーというのは、長時間にわたってスマホが使えず、それが客足を遠ざけているらしいことが、ニコニコのコメントから分かったのですが、そのデジタルデトックスこそが、船旅の醍醐味というものです。電波とスマホというのは、私たちに娯楽の自由をもたらすふりして、その実マリオネットのごとく、行動や発言、果ては思考性癖趣味思想まで制御する、悪辣なコンビです。しかし海上では、基地局から伸びるその実体なき糸が途切れます。しばし電波の奴隷を辞し、あるべき自由を堪能しましょう。ところが船はしばらくの間、津軽半島に沿って走るため、意外に電波はしぶとく、確か出港から2時間近くスマホが使えました。今度こそ電波が切れると、私は持ってきた本をカバンから取り出し、カーペットに横たわりました。内田楽見の第一夜行列車。1951年、宮脇春草より20年以上も古い、終戦から間もない時代の紀行録です。東海道編を読み終え、次の章に移ると、こんなことが書いてありました。北海道には行きたくない。津軽海峡に機雷が流れてきてるかもしれないから。そっと本を閉じ、デッキに出て怪しいものが近づいてないか見渡します。右舷を見ると、ちょうど本州北端の大間崎を越えるところでした。そろそろ函館からのフェリーが大間に着く頃じゃないかな。そう思って拡大してみると、本当にいました。我ながらよく覚えていたもんです。大間の方まで行って、海上区間をなるべく抑えるという手もありましたが、そうすると今度は、右左折の回数がちょっと多くなりすぎるので、今回は青森航路です。あの岬が真横に見えているということは、ここは公海、船の外は日本国内ということになります。
12海里の規則にのっとれば、ここも日本領海とすることは可能です。しかしそうすると、もし核兵器搭載の米海軍艦が通るとなると、非核三原則の持ち込ませずに触れてしまうわけです。というわけで、ここを日本国内ということにして、アメリカの機嫌を損ねず、建前も両立したわけです。本日の波模様は、見ての通り非常に穏やか。せっかく飲んだトラベル民も、大した力を発揮せず、函館山を回り込んで、帝国通り港に入港します。作業員からのゴーサインが出て、高鳴る心音を抑えながら、私はペダルを踏み込み、仮想のトンネルの向こう側に踏み出したのでした。唯一道のつながっていない本土、ただ一つ自力で到達することのできない大陸、北海道。そんな北の大地処置を捨てて、恍惚とする私に、ナビは左折をと迫ってきます。今の私は機嫌がいい。少しぐらいは話を聞いてやろう。そう思いながら私は、一つ手前の信号で左折してやりました。案内通り国道に出ると、1回分余計入雪することになります。お昼も回りましたし、高速に乗って函館を立つ前に、腹ごしらえと資材調達です。まずは北の国のお薬屋さん、ツルハドラッグ。北日本旅行でお世話にならなかったことはないと断言できます。まだ寄ってなかったから、挨拶代わりに水を買います。次にお昼ご飯、まだこの旅行で名物らしいのを食べてなかったので、函館の回転寿司屋に入ります。炙りサーモンとかウニとか大トロとか、今朝方まで生きてただろうイカなんかを8皿ほど平らげ、いざ生産したら4000円近く消し飛びました。そうでした。ここはいつものスシローとはわけが違う上等の寿司屋だったんでした。およそランチとは思えない交流です。まあ函館今落ち目だから、経済を応援できたと思って納得しましょう。函館市街を囲む環状道路を進み、前方に高架道路が見えたら左折、これで8回目。本線に合流してしばらくすると、そのまま道央道に乗ります。これも東北道に続く列島中間線の一つであり、幹線帯になれば、全長681キロという、だいぶ耳っちい数字で、日本一の高速道路になり上がります。しかし主に北部中心に、工事中どころかまだ調査中の区間があるので、いつになったら完成するのかは不明です。せめて免許返納前にできてほしいんだけどな。そんな話をしていると、早速未成区間が現れます。ここは函館平野の尽きる七重の町、函館浦谷系の白鯛で有名な町です。これより車は、下道に引きずり下ろされ、大沼小沼の峠に挑みます。道路の完成は来年、現在は、大沼の底を貫く全長7キロの大トンネルの工事中です。完成すれば、1回分右左折が減ります。峠の中ほどでは、左手にチュンサイ沼の生命力あふれる湖面が見られます。官能的な木々の衣を身にまとい、ストリップ状のように、ドライバーを誘惑しますが、ちゃんと前を見て運転しましょう。誘惑を振り切って、無事峠を降りた先の交差点で、看板は、左折すると道央道という案内を出してきます。しかしこのインターは、2回右左折を挟まなければたどり着けないので、1回で済むインターまで高速は見送ります。少し早いですが、道中の森町のドライブインで、一旦休憩します。お花摘みというのもありますが、一番の目的はこれです。珍しく雲もなく、よく見えています。私を歓迎してくれているようです。北海道駒ヶ岳、旧国名の名前を取り、またの名を大島富士。富士山を形が変わるまでボコボコにぶん殴ったような相当の独立法は、見る方向によって、山陽が大きく変わります。今は山の北西から見ていて、二つのピークがはっきり見えますが、西麓の鉄道を走る列車から仰ぎ見ると、東側のピークが隠れ、綺麗な円錐型が浮かび上がります。この展望台は、非常によくできていて、部屋の真ん中から写真を撮ると、額縁に美しく駒ヶ岳が飾られます。上辺が単なる直線ではなく三角になっているのも、駒ヶ岳の裾の広がりを際立たせます。10分ほど道草を食べました。先を急ぎます。今日の宿は旭川に取りました。ここから先は、しばらく内浦湾岸を走ります。呆漠とした海の向こうを睨むと、今日のように晴れた日には、対岸の伊達や室蘭の陸地が見えます。直進すれば50キロと少し。しかし深く、しかも丸い湾は、私に140キロ走れと言ってきます。さっきのドライブインから20キロほど直進し、一度の左折だけで入れるインターを見つけました。この道は、さっきも申しましたように列島中間線です。しかし別に函館まで行ったところで、本州に通じる道路はありませんし、本州に渡りたい荷物や車は、ほとんど苫小牧から海を渡りますので、この辺りの交通量は希薄です。故に永遠の暫定2車線です。少し疲れてきて眠気も来たので、内浦湾最深部の静狩りで一旦休憩。地図を見ると、山岳地帯でもないのに、半径4キロに集落がありません。日本有数の親戚丸なエリアです。ついさっき、設備の立派な役場を通り過ぎてしまったばかりなので、設備もしょったく、あるのはトイレと数台の自販機だけ。うなる小腹も満たしたかったのですが、これではどうしようもありません。あと60キロほど先の、臼山パーキングエリアまで我慢してもらいましょう。駒ヶ岳を見てから2時間ほど、やっと湾を回り込み、臼山にたどり着きます。駐車場には2台ほど、おそらく学校のクラブの遠征なんだろう観光バスが止まっていました。
そういえば、修学旅行の時に寄ったパーキングエリアはここだったっけか。標高150メートルの展望台から、伊達の街を見下ろしていると、もう何年も前の記憶が、まだマシだった厨房時代の懐かしさ補正を通し、鮮やかに蘇ってきました。右を向くと臼山の山体、標高は730メートルほどと小さく、形も大勢とは言い難い山です。しかしおおむね30年おきという高頻度で噴火しては、例えば、昭和新山を筆頭として、大きく山の形を変える、地学的に非常に重要なサンプルとして広く知られています。前の噴火がミレニアムの2000年、今年で24年経つので、令和のうちには噴火しますかね。臼山を過ぎると、すぐに鉄鋼で有名な室蘭の町に入ります。日本が世界の工場だった1970年代と比べると、現在はコーラの炎も水分下火になってしまいましたが、それでも EV バッテリーの製造機械だとかで世界シェアを取っていたはずです。物流もこの辺りから激しくなるようで、ここから先は旭川に至るまで2車線です。苫小牧東インターからは、北海道の海の玄関、苫小牧港からのトラックが、千歳インターからは、北海道の空の玄関、新千歳空港からのレンタカーが合流し、北海道の首都、札幌へ向け、道路は活況を呈します。市内に入る前に、適当に見つけたパーキングエリアで、一旦休憩。北海道特有の、アイヌ語にそのまま漢字を当てたんだろうなという地名です。読み方はこれで、空港で車を借りて、札幌方面に向かった外人さんが、最初に出会うパーキングエリアの名前が、はぁ、随分手荒な歓迎です。東央道は、最終的には函館から稚内までを結ぶ高速です。札幌はただの通過点に過ぎませんが、中心都市として一丁前に主張はしてきます。本線料金所で、一旦ここまでの金を払えとせびってきます。函館より約60キロ北の落部インターからの料金は6000円。6000、北海道の南の方を少し走っただけじゃん。あまりに変わり映えのない景色だったもんで、感覚がすっかり狂っているようですが、実はこれだけで250キロも高速を走っています。東京大阪の半分ぐらいの距離です。しばらく進むと、札幌ジャンクション。ここでもまた、札幌は首位都市ぶってきて、東央道の続きを走るには、ここでランプウェイを走らなければいけません。0キロポストも、なぜか函館ではなく、ここに設定されています。東央道のキロ定は、札幌を起点として、南に何キロ、北に何キロというように設定されています。再び現れたトールゲートを抜け、旭川を目指します。5日目のゴールまであと一息、あと、130キロです。さっき休んだばかりですが、ちょっとパーキングエリアに立ち寄ります。暗くなってきたので、新しく買ったオスモの暗所性能を試そうと思ったのです。比べてみてどうでしょうかね。単純な明るさなら、オスモに軍配が上がりますが、代わりにノイズがひどくなっているような気がします。ちなみに昼間なら GoPro のワンサイドゲームです。オスモは肉眼そのまま、GoPro は色彩鮮やかというそれぞれの良さはあっても、熱への耐性が違いすぎます。オスモは1時間持てば御の字。片や GoPro は昨日も今日もそして明日もずっと回し続けていましたが、ついぞ値を上げることはありませんでした。午後8時、旭川高須インターで離脱。本日の宿は、旭川の駅前です。訪日観光客需要で、北海道の宿が暴騰しているという話は耳に挟んでいました。しかし、所詮ソースはツイッター。駅から徒歩1分のホテルでも5000円とか、良心的な値段でした。旭川に来たからには、ラーメンを食べたいというもの。しかし、北国の人間は、夜の遊びを知らんのか。まだ9時前なのに、駅前の繁華街はもう店じまいの準備をしているところが目立ちます。なんでこれで出生率が低いんでしょう。あまりいい選択肢が見つかりません。こういう時はマクドナルド理論を使いましょう。最悪の選択肢を提示すると、みんな必死になって候補を探すという、あれです。もうコンビニ弁当でいいよな。ビジホで食うコンビニ弁当でしか得られん栄養素だってあるよ。賛成。いいと思うよ。弁当、うまい。最終的には深夜ぐらいまでやってるラーメン屋を見つけ、そこで夕飯にしました。そして迎えた最終日。1週間ほど続いたドライブも今日で最後です。8000メートル峰最後のキャンプを立つ登山家の気分で本線へ復帰します。旭川より北に人口3万を超える町はもう最北の稚内しかありません。車線は1車線に絞られます。10分ほど進み、ここはピップジャンクション。定石ではこのまま直進して稚内を目指します。しかし、これは右左折縛りのドライブ。あちらのルートを使うと、国道があちこちで曲がったり、高速がぶつ切れで、その度にインターで右左折を迫られるので、旭川門別道でオホーツク海沿岸まで出ます。ここから先は、田舎にありがちな無料高速です。鹿屋から乗った東九州道以来でしょうか。国の果てに近づいてきたという実感が湧きます。沿道の自治体の人口は、大きいものでも2万とかそれぐらい。交通量はそりゃもう悲惨です。中国道以下です。前の車との車間が何キロなのかもわかりませんし、バックミラーを見ても一向に車が追いついてきません。催してきたので、一旦高速を降ります。案内によると、ここにトイレがあるようですが、建物の雰囲気がドライブインというよりは、どちらかといえば、道路の管理施設寄りの無機質さです。
勝手に入んなと怒鳴られないか、不安になりながら用を済ませました。旭川より東に30キロ、ここは上川町、層雲峡観光の拠点です。層雲峡の滝の名前は、ちょっと変わっていて、それぞれ、流星の滝と銀河の滝、アメリカ人並みのネーミングセンスです。車は、これより北見峠に挑みます。まあ、挑むという表現が似合うのは、100年前に敷かれたレールを走る鉄道の方だけで、20年前にできたばかりの高速道路だと、ちょっとトンネルが多くて鬱陶しいぐらいにしか感じません。峠の中ほどの浮島インターで高速を離脱、笠野原インターから2800キロ世話になったハイウェイとお別れです。ランプを下って合流、と思ったら、一時停止が現れました。あまりに簡易的な設備のため、合流レーンも作らなかったようです。というわけで、佐多岬から10回の右左折で行ける限界地点は、2862キロ先の旭川門別道浮島インターチェンジということになります。しかし冒頭で言った通り、今回の検証は10回程度です。まだあと4回ぐらいまでは、程度の範疇に入るので、検証を続行します。11回目のターンで、門別に向かう国道へ接続。現れた距離標識によると、次の滝上町の市街まで40キロだそうです。ちなみにそこまでの間に、人里と言えそうな民家の集まりはありません。極めてまばらに、農家の家が並んでいるだけです。今日この頃、リアルプーさんの目撃情報だとか被害だとかが、日ごとに報告されています。100エーカーの森のプーさんは、蜂蜜にご就寝の愛くるしい熊のぬいぐるみです。でも現実の森のプーさんは、臆病なくせに大胆な行動をとって挙句攻撃性は高いという性格をしています。皆さんも、現実かオンラインか問わず、多分一度ぐらいは、こういうのに出会ったことがあるからわかるでしょう。非常に立ちが悪い、手に余る性格です。連中は、肝があるのか頭がないのか、人里に降りてきては当たり前のように人に会い、そしておののいて、しかし変に勇敢だから逃げもせず、発狂しながら襲いかかってくれ、救いようのない畜生です。頼むから森の中でじっとしていてくれと祈りながら、冷たい雨の降る峠を下ります。結局は取り越し苦労だったようで、熊は愚か鹿にすら出会わず、滝の上の市街まで降りてきました。現在時刻は10時半、出発から2時間経ったので、洒落たドーム屋根のドライブインで一旦休憩します。観光案内板曰く、この街の名物は芝桜なのだそう。しかし見頃は5月なのだそうで、代わりに、かつての鉄道駅の慣れ果てを見に行くことにします。5分ほど車を走らせました。ここは北見滝の上駅の保存駅舎、かつて存在した諸骨線の仮の終着だった駅です。予定では、今さっき私が走った道をたどりながら、上川、そして旭川までつながることになっていました。しかし、70年代のモータリゼーションに続く80年代の大量廃線時代の中で計画は凍結。オホーツク海からの既存の線路も1985年に廃止になりました。死んだことにも気づいてなさそうな駅舎を拝見すると、多分その日からかけっぱなしなんだろう。さよならの看板はじめ、運賃表や時刻表が飾られていました。東京や大阪までの運賃も掲げられているのが、飛行機が一般的でなかった鉄道一強時代の空気を感じさせます。しばし鉄道の霊廟を見物していると、降り切った雨に追いつかれてしまいました。追い立てられるように、私は滝の上を出発しました。再び雨をまくと、車は直線の道路に出ました。せっかく北海道に上陸したのに、ずっと高速道路ばかり走って、いつもの本州と変わり映えしない風景ばかり見て、非常にもったいないことをしてきましたが、ここに来ていよいよ、北海道らしい道を走ります。近代に入って開拓された田園を貫く、可能な限り一直線の道路、何キロもまっすぐに敷かれ、たまに緩やかにカーブしたと思ったら、またキロ単位の直線、猫も杓子も北海道を走ったよというドライブ動画をネット上に上げたがる理由がわかりました。確かにこれは、ストレートをかっ飛ばすのは気持ちがいい。窓を4枚、全開にして、半分オープンカーのような状態で走ると、北の大地の冷たい夏の風が、脊髄を揺すぶり、脳のウレションが全身に染みるのが、はっきり感じられます。門別の郊外、諸骨の町で、12回目の左折。ここで、オホーツク海沿岸の道路に乗ります。門別は、夏場は地味かもしれませんが、冬は流氷の一大景勝地となります。観光大使は、私の同業者の、巨父紫ことゆすきゆかりさん。通称はオホーツクゆかり、略してオホゆかとも呼ばれていますね。略称どないかならんかったんかな。宗谷岬までの残りキロティは、いよいよ200キロ終わり、180キロとなりました。関東や近畿の車で溢れ返る道路だったならばまだまだ絶望的な数字でしょう。しかし、本島屈指の人工希薄地帯、オホーツク沿岸ならば余裕、どころか、物足りなさを覚えるほどの数字です。海から吹きつける涼しい潮風、牧場から流れてくる、少し鼻にこびりつく心地よい悪臭、そして、遮るものがないせいで、異常な広がりを見せる空、どうせならあと3000キロぐらい、こんな道を走っていたいものです。まあそれを実現させたければ、アメリカかオーストラリアに車を持ち込まないといけませんが、こんな都会の道路とは対照的な道のため、こういった時期には、全国津々浦々より旅人が集います。道の駅に立ち寄って駐車場を眺めると、関東や近畿はもちろん、九州ナンバーの車なんかも観測されます。
しみと見られないのは、横浜や品川といった東京都心のナンバーですが、まああいつら見えはんのに必死でと貧乏やからしゃあない。日本の地名の中でも、群を抜いて中にチックな風烈の街で、最小右折ルートの3000キロのキロポストを通過します。そこから20キロ進み、江差町の道の駅で昼休み、芝生の向こうに寒々とした海の見える特等席でカレーを食べ、ラストスパートをかけます。ゴールの宗谷岬までは、あと100キロをありました。20キロほど走り、北緯45度のモノリスを通過します。日本人としては、遥か彼方のファーノースの印象があるこの緯度でも、よくよく考えれば、赤道と北極点のほんの中間地点に過ぎません。赤道というのは、本土よりも4000キロ、沖縄からですら3000キロ南にあるラインです。そんな遠い場所と同じぐらいの距離が、この北にもずっと続いている。通過するたび遠くまで来たなという高揚感が溢れる反面、まだまだ先があるという無力感に苛まれることになる地点です。諸骨からここまで120キロ、一直線に走ってきましたが、浜頓別の町で13回目の右折をすることになります。しかしここは一旦スルーし、道の駅で休憩します。このまま道草食わずゴールを目指せば、1時間ほどで宗谷岬です。しかしまだ3時過ぎです。せっかくここまで来たのに、どこにも寄らないのは、ちょっともったいないので、少しルートを外します。ここは猿払村、国の外れの村ながら、ホタテ漁のおかげで、東京より年収が高い金持ち村として知られる村です。ただ現在は、ホタテの禁輸がどうとかで、中国と揉めに揉めています。そんな猿払の町の南にある交差点で右に曲がり、ある道路を目指します。その道は村道伊佐ぬか線。村道ゆえに、ガードレールや看板といった設備がなく、しかも周囲は牧草地。道はただ一直線に、世界に溶けていきます。日本では極めて希少な地平線が見える壮大な風景として、多くのライダーや旅人が、いつかと夢見る場所です。運のいいことに、今日は雲が一つとしてなく、多分、1年のうちでも10日とないだろうほど、空気の澄んだ日です。実は、道の駅では、このまままっすぐ向かった方がいいかと迷っていたのですが、私の判断に誤りはありませんでした。ただ、唯一この道にケチをつけるならば、わずか16キロという生殺しのような距離で終わってしまうことです。猿払を去り、車はいよいよ、最後の町、稚内に入ります。カントリーサインは、氷雪の門と浜那須。そして、利尻島からは絶対見えない利尻富士の全容です。また、南稚内駅の駅前ロータリーにバスが来ないことでも広く知られています。稚内に入ったところで、ここまでの道のりを少しおさらいしてみましょうか。まずターン数、鹿児島県内で5回、青森インターを降りたところで1回、函館近辺で3回、オホーツクエリアで4回の計13回、通ったランプウェイの数が、鹿児島で2回、中国道の道中で予想外の1回、暫定で吹田の1回、そこから500キロほど何もなしで、首都高で2回、八戸の手前で1回、北海道では、札幌と旭川の2回でしたね。計9回です。そして考えたくないのが、高速料金です。1日目に泊まった奄美までの高速料金を含めると、合計が49,050円です。そしてさらに、第2青函トンネルと見立てた青函フェリー15,000円を加えると、64,050円。撒き散らした浴槽1杯分ぐらいのガソリンを考えると、この車の購入価格を軽く超えるな。頭が痛くなってきたので、夕日に輝く宗谷丘陵でも見ましょう。土地が若く、荒々しい地形の続く日本列島らしからぬ、古の北京原人たちなら、Windows XP を連想するこの眺めは、周氷河地形と呼ばれます。元は急峻な地形だったものが、途中の水分の凍結融解作用で、岩石が破壊されて、丸くなだらかになった地形のことです。さらに、19世紀末に相次いだ山火事で森が全部燃えたことにより、この異世界のような景観が完成しました。丘陵を下って、宗谷岬の集落を駆け抜け、4時45分、佐多岬から3117キロ、5日と3時間45分をかけ、本土最北端の宗谷岬に到着します。というわけで、日本縦断は、最低13回の右左折で走破可能ということが分かりました。まあ10回ぐらいの範疇には入るでしょう。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは旅行動画を週1本程度のペースでアップロードしていくつもりです。チャンネル登録とメンバーシップ、ニコニコチャンネルに入会していただくと、私と財布が嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。